ぜこんなことになるのか、その裏に隠された真実を先人の知恵ことわざから紐解いていきましょう。答えは動画の最後にわかりますよ。皆様こんにちは。今日私たちが心に響かせたい言葉は、新しい皮袋には新しい酒です。この響きを聞くだけで何かみずみずしく新しい風が吹き抜けていくような予感がしませんか？新緑の季節に芽吹く若葉のような、あるいは冷たい湧き水のような清涼感のある言葉です。このことわざは新しい内容や思想を表現するには、それにふさわしい新しい形式や仕組みが必要であるという意味を持っています。せっかくの素晴らしいアイディアも古い形式に無理に押し込めてしまえば、その価値を十分に発揮できないという教えです。この言葉のルーツをたどると、実は遠く西洋、聖書の一節にまで行き当たります。紀元前の時代、ワインを保存し運搬するために使われていたのは、羊やヤギの皮をなめして作った皮袋でした。使い古された皮袋は年月を経て乾燥し、弾力性を失って硬く脆くなっています。そこへまだ発酵を続けている勢いのある新しい酒を注ぎ入れたらどうなるでしょうか。酒から発生するガスの圧力に硬くなった皮袋は耐えきれず、ついに張り裂けてしまいます。一方で新しく作られた皮袋はしなやかで、内側からの膨張を柔軟に受け止める強さを持っています。明治の時代、西洋の文化が日本に流れ込んできた際、この比喩は日本の知識人たちの間でも深く共感され定着していきました。現在の私たちの生活においても、この皮袋と酒の関係は至るところで見受けられます。例えば働き方改革が進む中で、テレワークという新しい酒が導入されました。しかし管理体制や評価制度という皮袋が昭和のままでは、システムは機能不全を起こしてしまいます。デジタル化という新しい技術を取り入れるとき、私たちの思考回路そのものも新しくアップデートしなければ真の革新は生まれません。また個人の人生においても同じことが言えるでしょう。新しい趣味を始めたり、新しい人間関係を築こうとしたりするとき、これまでの固定観念という古い袋を一度手放してみる必要があります。この言葉から学べる最大の教訓は、変化を恐れずに器を整える勇気です。新しいことに挑戦する際、中身を磨く努力はもちろん大切ですが、それを支える土台や環境にも目を向けてみてください。古い形式を守り抜くことだけが誠実さではありません。今の自分、そして未来の自分にふさわしい新しい皮袋を自分の手で用意すること、その柔軟さこそが新しい酒の美味しさを最大限に引き出し、豊かな人生を醸情してくれるはずです。皆様の日常に新しく心地よい風が吹き込み、素晴らしい変化が訪れることを願っております。今日という日が皆様にとって新しい可能性に満ちた一日となりますように。今日の話はいかがでしたか？先人の知恵ことわざはまだまだ続きます。次回好奇心の図書館でお会いしましょう。またね。I know I've had my share of dead ends, it's a trend. Early mornings filled with regrets, bad feelings. Those days were fun, but now I hate it, I hate it. I never pinky swore on secrets, my lips sipped from anyone who ever loved me the same back. What's the point if you don't get that? I want it. Are you my last first kiss? I like your vibe if you're feeling this. Don't give up on all of my hopes just yet.